ウィスカーウッド。ボイラーを焚き蒸気の力を手に入れて暖かいお風呂に入れるようになった我らがネッツ。サザンクロストンネル地下鉄も運行開始、チューチュートレインで快適通勤、今回も開発やってくぞー。そのサザンクロストンネル、天井拡張工事も終わってたので蒸気管の隣に水道管を通すぞー。島全体を網羅する水道網を構築だぜ。石切港の横をグイーンと伸ばしてお風呂に接続を置く。貯水タンクは紅葉区の裏に移設。ボイラーで水使うので多めに設置。増築したタンクの貯水量少ないなぁと確認したらここ水道管繋がっとらんかった。ダメじゃねえか。ふむふむちゃんと水来てる、接続用し。では古いタンクを撤去。ここの水はパイプを通して新しいタンクに移った。ちなみに新タンクへの接続はキノコ丸への配管から、サザンクロストンネルへ繋がっております。船着き場の景観を害していたパイプを撤去じゃー。そのパイプ繋がってなかったからぶっちゃけ完全なる無駄だったぜ。止水ポンプも一箇所に集めたかったのでこちらに引っ越し。パイプ接続ミスにご注意を。あいよ。無事水道管工事が完了。大雨降って貯水もいい感じに増えております。古いわけの塔の隣に石炭用に大きな倉庫を建設。石炭在庫1300が他の倉庫の邪魔。お城建設予定地の埋め立てを視察してたら、ネズミ大砲の研究が完了。ネズミを高所に打ち出す蒸気の装置。これは楽しそう。早速お試しで盛り土担当が下から上に飛べるように設置してみましょ。ストーブ設置時に使った蒸気管から蒸気を排出。蒸気の確認、よーし。お次は目的地の指定。最大範囲は8マスな模様。発射に使う蒸気のコストは1マスで1増えるっぽいね。長距離移動をたくさんのネズミにされると蒸気がちょっと心配だ。まあそんとけボイラーを追加するよ。それでは稼働。大石持った盛り土担当が見事に宙を舞ったぜ。上への移動に普通に便利だ。飛んでる姿も可愛いしこれは大々的に導入せねばならない。ネズミ通りの多い食堂前に設置だー。食堂から自宅へのショートカットを設定だぜ。さあ蒸気の力でお家に帰れー。使っとる。使ってくれるとやっぱ嬉しいねー。だな。この可愛さ、サムネにせざるを得ない。でも飛んでる姿を激写するのはなかなかに難しいね。リアルの写真撮影でも飛んでる姿撮るの難しいしな。ちょい再生の一時停止。ほう、こんな感じで打ち出されてるのな。これ頭から落ちてない？彼らは訓練されたネズミです。良い子も悪い子も真似するなよ。なかなか芸術点が高いの取れました。あと今タイプミスで中の芸術点高いと打ってしまいました。ひでえ間違え方で草。帰宅大砲、ネズミたちにも気に入られた模様。確か飯食ってからシャワーや着替えの順番だったから、風呂に設置した方が良かったかな？細けいことはいいんだよ。飛んでる姿が可愛いからこれはこれでいいか。本日は賛同マックス回復ならず。主の像でネズミたちめっちゃせかしてても回復してるからまだ余裕あるな。ネズミ大砲で使った蒸気は多分これかな？冬になったら蒸気放出口で蒸気使うだろうけど、それまでは誤差のレベルで使えそう。さああと少しで城の土台が完成だ。キリキリ働けー。各地の採掘担当や盛り土担当を集めラストスパート。大型倉庫が完成したぞ。輸送ハブ担当、この倉庫いっぱいに石炭を運ぶのだー。輸送ハブ、無慈悲なお取り寄せ設定で激務確定。帰宅大砲を、まったり眺める日々。自由時間残り8秒、全員帰宅できるかな？残業組もいるから全員は無理。普通に帰れなかったやつも結構いたな。まあ賛同的には1日1500くらい増えてるから問題なーし。さいですか。翌日は釣り埠頭前に大きな倉庫を2軒建設。魚は簡単に取れるし取っただけ徴税に回せるから大量に保管できれば強そうだ。価値は低いが量で補う作戦。密輸業者さんが来たけどお城の建設資材を残すため、今回は地金ちゃん29本だけでフィニッシュ。それでもキリ石400近く横流ししてる四川土さんは健在。中型倉庫壊しの大型に建て替え。少しずつ倉庫のリプレイスが行われております。露天掘り建設現場がぐちゃぐちゃになってきたから再設置して整理するぞー。露天掘りって自分の足元掘っちゃうから微妙にめんどいぜ。そうだ、エレベーターを壊してネズミ大砲にしよう。地中の底から地上にショートカットだぜ。そしてこの時気づいてしまう。これ高さ制限あるやんと。高すぎると上登れないのかよ。これ以上の威力だと足が折れます。よしやめとこう。で上限を調査、9マスだとダメな模様。要するに横軸も縦軸も8マスが限界ってことだな。そこでふとしたひらめき、連続ネズミ大砲。
ものすごい勢いで上の大砲に頭打ちそうだけどそれありなのか？大砲の真上は上陸地点として不適切が出るか。では手前に石造りの道を設置だ。それ頭で石畳に激突するだろ。いけたわ。マジかよこれありかよ。それでは垂直ネズミ大砲の稼働テストだ。おお、上に激突せずちゃんと登れてるようだな。見事に着地しそのままサイドジャンプ。連続発射成功。こら大砲が楽しいからって石持って上に行くな。下にある投入口を使いなさい。甲府以外にも石切り工が原料の石をここまで取りに来てるのかな？原因がよくわからなかったのでめんどいけど投入口を指定しました。採掘キャンプは移動させても搬入設定残るから、移動する際は注意しないとだ。投入口は移動できないから、再設置のたびに作り直しだし地味に面倒。本丸建設予定地の埋め立てが終わったやらなくてもいい気もするけど3の丸の角も埋め立て開始。少しカクカクになりすぎな気もするが、そこだけガタガタなのも気になるな。今日も一日、お疲れしたみんなエレベーター使わずネズミ大砲使ってる。待ち時間もないからこっちの方が便利な模様。大人気。徴税人が来たので在庫処分と金地金24本でマックス納税。地金在庫は270、当分はマックス楽勝。補給物資ガチャは鉄と肥料を狙ったんだけど出ず。これだけ回して設計図も出ない悲しさよ。結果肥料は諦め鉄と機械になりました。そろそろ鉄も自前で作りたいな。城の土台工事終わったら鉄鉱石掘りに行こうかな。ネズミ大砲増加で700くらい蒸気使った模様。ネズミ大砲便利だけど、燃料の消費を考えると安易に設置しまくるのは危ないかもだぜ。3の丸埋め立て工事途中だけどもう我慢の限界だ。城の建設を始めるぞ激しい雨で見づらいから晴れてからにしろ。やだ？そんなわけでここも3の丸の一部になる予定なので今日でこの農場は解体です。結構な広さの甘畑が無慈悲に消えた。作った本人ももうよく覚えていないコンベアーを撤去。家の裏とかにあったから見づらくてずっとそのまま使ってた系。このスライダーは途切れてたけど下の石切り工に石を送ってたんかな？ポツンとトンネル前にある切り石工か、この手の施設もどっかに集約したいぜ。それでは3の丸の壁を作るど手前の石柱部分はただのテラスな模様。地道にクリック。で城壁の高さは3にして、その上に橋を架けてみました。今回は天守や櫓を壁をつなげる連結式天守を計画しているので、その通路にするつもりであります。お前そんなの計画してたのな。今決めた。おい。そんな感じで屋根付き橋の大きさに合わせて3の丸の壁を囲んでみました。ここが一番広いクルワになりそうだ。資材が足りなくて次のクルワが作れん。使ってない資材を回収するぞとんがり山の未撤去コンベアーから、平積みしてた切り石まで一気に資材を回収だぜ。切り石約1500回収。これでアホほど石垣作れるぜ。2の丸の城壁はさらに2段高くするぞ。遠目から見てバランスが悪くないかチェックする匠。通常ビューだと少し見切れそう。フォトモードなら綺麗に見えそうだからこれでいいや。適当だな。櫓や天守も追加するとなると、もう少し大きな建造物になりそう。板が足りぬ、海洋プラットフォーム解体じゃあ。前回900枚くらい密輸で売っちまったから板の在庫が微妙だったりした。とりあえず本丸はさらに2段高くして、屋根付き橋で建設位置を決定。クルワの位置がこれではっきりしたな。2のクルワの城壁の最下層は通路にします。3の丸の屋根付き橋部分への通路にもなりそうだ。この炭鉱の入り口やフェンスなんかを駆使すれば、なんかそれっぽい作りにできるかなと。特技、適当見切り発射。3の丸は防御力重視のぎっちりした見た目だけど、城内の壁はこうおしゃれっぽいのにしたいかな？ぎっちり四角で積んじまうと少し単調になりそう。3の丸城壁に胸壁っぽい敷石の柵を設置。日本の城設計を持ち込んだが西洋で使われる胸壁も使う、和洋折衷の謎建築。有事の際には木の壁の左右にある穴から銃弾を突き出し、敵兵たちに応戦するのだ。ライトで見えやすいから敵に狙撃されそう。暗いと映えないからいいの。お城正面の入り口はお城の顔だというのに。足場が、だってこりゃ困った。のでまた屋根付き橋さんで対応。足場がなくなるのはいいんだけどこれはこれで微妙なんだよな。とりあえずこれで妥協。ネズミたちが移動しやすいようにスライダーを設置。城内に住むならいい通勤路になりそうだ。丸太が足りんぞ海洋プラットフォーム解体で一気に1300本ゲット。したけど3の丸の床張っただけで1000本消えたわ。これここまで掘らなくてよかったんじゃね？下に倉庫やコンベアー作るつもりだからこれでいいの。小屋資材全然足りねえぜ。
仕方がないので資材を使わないフェンスで総称を置く。二の丸城壁下か、これは少し頼りない。作ってはみたけど微妙。石材を使い切ってしまおうとコツコツ三の丸の城壁を建設。板の在庫が尽きて装飾がもうできてない。敵が攻めてきてないのにもうはしごがかけてあるだと？こんなもん取り外せー。採掘で使ったはしご、そのままじゃ登り放題。埋め立て現場は作業の邪魔にならないように浮かせて設置。足場が残るがこれいけるかな？てな感じで三の丸の城壁だけでも完成させようとした結果、切り石が残り200個に、ほぼほぼ資材使い切ったな。第一次お城建設、これにてギブアップじゃあ。中途半端。もっと資材を溜め込んで、第二次第三次と工事を続ける所存。こりゃ長い戦いになりそうだ。お城建設の中断に伴い資材生産の日々に戻りたいんだけど、天畑壊しちまったんよ。おい。コンベア式直す板材すらなかったので、城の土台工事で使ってたラインを解体して板を調達。したものでまた家の裏にコンベアを不整列。天倉庫へ直通コンベア復活。投入口を天専用にしたので、これで周囲の畑からいい感じに投入されるかな？実験畑で天生産してたから多分生産量は OK。おっと城建設で切り石もだいぶ使ったので専用倉庫が空寸前になってる。ちょうどいい機械だし大型の倉庫に建て直しましょ。そして中に入ってる切り石を無駄にしたくないレイム、適当にその辺に石の道を敷いて中の切り石を取り出した。保管されてた切り石を消滅させることなく撤去に成功。ずる技入りまーす。そんで跡地は大型倉庫。これで大量の切り石が保管できるぜ。密輸で大儲けだ。いやさっさと城建てろよ。しかし三の丸の建設の途中で資材が足りなくなるとは。完全に資材の見積もりミスったな。資材余裕だと思って露天掘り地点の上に塔を建てて、橋で渡る計画まで考えてたよ。おバカ。今計算したら、塔建てるのだけでも切り石700近く必要みたい。そういうのはお城完成させてからやりなさい。アプデのパッチが来たどー。ここからはバージョン 0.6.177.0 でお送りいたします。今回追加されたのはこのアンカープラットフォームとストーンアーチウェイ。どうやらこれはさっきの城の入り口で上に設置すると、下の足場が脱線問題を解決してくれるらしいアイテム。これは嬉しい。早速研究だ。てかネズミ大砲の後研究選択肢忘れてた。気づいてた君は名探偵並みの洞察力だ。さて板材がないので製材所を増地行く。お城のために板を量産だ。移民の家がなかったので植林棟との間の埋め立て地に建設。せっかく一部費用度回復してたのにガン無視して建てとる。ただのうっかりです。おい。コンベアーに金が流れてる。鉱脈見つけたのかな？などと見てたらアンカープラットフォームの研究完了。お次はストーンアーチウェイの研究よろ。こっちも即日終わるかな？地道に収納整理中。なんだかんだで3分の2ぐらい片付いたな。ほらー、板材生産急げー。職場完成初日から無慈悲な一生残業ボタン。翌日無事ストーンアーチウェイの研究完了。現状屋根付き橋を使わないとこんな感じで足場が不格好。足場消すモッドなんかもあるらしいぜ。そして設置しようとしてふと気づく、これ建物の反転ができるみたい。ってこれ反転やない、ネクストバリアントや。アーチの横幅が4から3になった。これは嬉しい仕様改善。あと知らぬ間に高い石柱なんてのも増えてるよ。これは良いこっそりアップで。これもお城建設に使えそう。アンカープラットフォームも長さ変わるね。こいつは重ねて階段をつけて、大きな橋とか作るのに使えそうだな。今まで気づいてなかったけど、花壇焼きも複数パターンあったんだね。これは島の装飾の幅が広がっていいぜ。色々あって目移りしちゃう。おっと危ないまた研究忘れてた。おい。お次は幽体管理を選択。バルブを使って高度な幽体管理が可能、手動または設定に基づく自動操作が可能だそうだ。仕立てられた街灯の在庫が増えたので、しょぼい織物の街灯の生産から切り替えで生産量アップのため仕立て屋を増し増し。全員がいい街灯切れる日もそう遠くはなさそうだ。密輸業者さんちょうど来たので余ってる街灯を一気に処分。金地金11本、それなりに交換できたな。そして徴税人に全部持ってかれた。金地金21本出してマックス納税でフィニッシュ。私の金地金が減ったじゃないか。お前らもっと魚を集めとかんか黄金を持っていかれ残業心がお怒りじゃ。補給物資ガチャは今回もそれなりに回したけど鉄と肥料のセットは出ず。結果鉄と切り石で妥協した。まあ切り石も板も欲しいっちゃ欲しいのでよし。はい移民の家っと。しれっと島民の数が258まで増えております。
そういえば前回家具をアンロックしたけど、作ってなかったのを思い出し原料の釘の生産を開始。原料が青銅なのがネックだが今在庫あるから平気かな。でお城のおまけレベルの土台工事を監修してたら優待管理の研究が完了。お次の研究は肥料製造。ガチャで出ないなら自分で作るの精神。こちらが水道バルブと蒸気バルブ。矢印の方向に一方しか流れないとかかな。どうだろ、これ見る感じ一方通行ではなさそうだけど。そんなわけで水道バルブを設置してみました。だが残念今激しい雨がタンクに降り注がれてるから水は常に満タン、検証のしようがないぜ。そんな続いて蒸気バルブも設置、ボイラーバルブタンクの順で繋いでみました。タンクがいっぱいの時に接続を止めるならこの順番でいいのかな。ボイラーに燃料が残ってる状態だけど自動で停止してるっぽい。しかし少し待っているとタンクの蒸気が減ったのかボイラーが再稼働。でもバルブ見ると満タンだけどボイラーの稼働は停止せず、ちゃんと使えてるのかわからん。有識者の方、ご存知でしたらコメント欄で教えてくださいませ。ひぎ、他人任せ。なんか0%にしてみたけどずっと開きっぱなしなのか、ボイラーの燃料ゼロになるまで動いてた模様。この入力側の貯蔵率ってのが何なのかがわからんのよな。これの気もするけどそうなると最初の 20% でしまった説明がつかぬ。難しい。などと頭を悩ませていたら1日が終了。だいぶ発展したがまだまだわからないことが多い島開発は続く。では城建設を中断して建材集めに戻ったところで露天掘り担当の出社を見つつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録グッドボタン、よろしくお願いいたします。私のやる気スイッチです。我慢しきれず城建設を開始するも全くの資材不足。この無謀にも思える計画をネズミたちは完成させられるのか。続きが気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。